ひどいですよ。うちたちを牢屋に入れるだなんて。信号なし。コズミックパスも使えない。脱出できたら彼女たちをブラックリスト入りにしちゃいましょうよ。ほんと許せません。シーサイドパラダイスに二度と入れないようにした方がいいですよ。未来さん、なんでいつもこんな目に。未来さん、うまくいくって思ってたのに。未来さん、どうしたんですか？私はヒロインじゃなかったんだ。まずいですね。うちの言葉が全く聞こえていません。早く目を覚ましてください。さあ、ほら、熱い。うちの指が消えていく。なんとかなりました。なんなんでしょう、一体。未来さんはこの宇宙に属するヒロインじゃなくて、それから突然現れたナビゲーターさんもこの世界の住人じゃない。それからこれだけでしたっけ？わかりました。ナビゲーターさんが来るのを待てばいいんですよ。これは。まさか。なるほど。未来さんがこんな力を持っていただなんて。道理でイザベラさんが問題視するわけですね。未来さんが消えていく。とにかくまず未来さんを落ち着かせてから、どうすればいいんでしょう。あ、これ使えるでしょうか。これはミイラ隊長が祝福を与えたカブトンなんです。隊長はこれさえあれば勇気がみなぎるからって。いったった。はい。
まで来れました。うちが消えていく。致命傷のようですね。でも、これでいいんです。ほら、泣かないでください。うちがいますから。ナビゲーターさんは必ず来ます。未来だろうが過去だろうが、本当のヒロインにはそんなこと関係ありません。未来さんがヒロインであればそれでいいんです。あの人はあなたを救いに来ます。泣いてばかりじゃ美少女としてのメンツが立ちませんよ。聞こえていたら、きっとまだ知り合ってから1週間も経ってないのにって言うんでしょうね。でも、未来さん、ごめんなさい。あなたを一人にしなくちゃなりません。ここから先はあなた一人で頑張るしかないんです。うちはあなたにひどい呪いをかけます。頑張って生きろっていう呪いです。ごめんなさい。あんなに一緒に過ごしておきながら、あなたが辛い思いをしている理由をうちは何も知りません。でもうちはこの宇宙が小さな女の子とその子の楽園を受け入れられないほど狭いとは思わないから、だから諦めないでください。また未来で会いましょう。オフィリアさん。オフィリアさん。